なんか運動の研究をずっとやってるんですけど、もっと人とロボットが分かり合えるみたいなところを最終的には目指してやってます。で、分かり合うためのルールみたいなやつを、AI 側で人で作ってやるみたいなことも、やればできるんですけど、全然それじゃ動かないので、人の中でこう動いて学んでいく AI みたいなことをやりたいというのと、あとはその何でしょうね、人の体の動きだとか、その相手の動きを見て自分が相手の考えていることを察するとか、ロボット側もこう人に察してもらう必要がやっぱり今後はあるはずで、そういうのをやりたいと思ってスポーツロボットをやってます。卓球の相手の動きを読むとかいうのもやってますし、伊能のプロジェクトの中では人間に動きを読ませる体をどう作るかみたいな課題に取り組んだり、ロボットの動きを人間にどう読ませるか、読ませるためにロボットはどう体を作るべきかみたいな、スポーツみたいな速い動きだとか、いろんな状況がありえる中で動くロボットっていう人の形をして、あるいは人の形をしていなくても人とこう対等にスポーツできるようなロボットの体をこうどう作るか、それは例えば速いとか状況に応じて動けるとか。あれは古武術の達人の相手を押す動作があって、で、押される人は両手でこうやって払いのけるんだけど、なぜかこう押されてしまって後ろにこうなんだろうな、下がっちゃうみたいなものがあるんです。で、強い力感じないんだけどなぜかできちゃうみたいなのがあって、でプロジェクトでやってる先輩がその動きを測って力を測って、こういうふうになってる、その原理はこうだ、理論化したっていう。で、それをこうロボットでもやれないかっていうことで私がロボットを作って、実際にその、コツと言えるようなものをロボットに埋め込んだり。これ分かりやすく言うとどういうことなんですか？どう分析したらどうなったんですか？それはなんか特殊な手の握りがあって、そこから起因すると、特別な体の動きがあって、でこう、人が倒れやすい方向に倒れやすい力が出るみたいな。実はサイエンスだったみたいな。その通りですね。そうですよね。今後は、やりたいことはいくつかあるんですけど、一番大事だと思っているのはやっぱプラットフォームとしてスポーツロボットを世界中で売りたいなと。でも潰れるかもしれないですが、でも売るところにはなんとかこぎつけたくて、すごい安いチープなやつで、少なくともこうおもちゃとしてはスポーツできる。おもちゃなんですか？はい。それはなんか卓球できるこんぐらいのロボットで、なんか誰でもそいつをこう。こういうところでこうできちゃう。その通りですね。いいですね。ポッと置くと1万円で売ってて、ポッと置くともうできるみたいな。いいですね。はい。これ4年以内にやりたい。4年以内。はい。1個作れるとなんかみんなでそれをもっと賢くしたりもっと強くしたりっていう改造もやってもらえるだろうし、だから1万円のやつはそういう方向でいって、人間対テニスみたいになっちゃうかもしれない。分かんないけど、人間は卓球なんだけど、相手はテニスみたいに走り回ってる。なんですか？それはそうです。それはそうです。だから、人の形で世界トッププロに勝つようなやつも作んなきゃいけなくて、それもやるし。それはでかいと。それも人の形しててもでかいし。ある種ローマン的な話ですね。その通りです。でこっちはなんかそのエンターテインメントあんまり強くないけど、きちんとこうラリーにはなるみたいな。手加減、人間が手加減してやったり、人間が下手くそだったらラリーになるけど、でもすごく安くて誰もが持ってて、で改造もできてみんなでこれで遊べるみたいな。その接待卓球をやるロボットその通りで接待卓球もやれるようになりたい。なんか手加減って難しくて、なんかどういうふうにプログラム書いていいかわかんないので、それを解き明かすっていうのもここ先の数年の計画の一つです。